にちは、ありんです。今日も動画を見てくださってありがとうございます。今日はアラサー OL が実際に使っている最近の一眼アイテムをご紹介したいと思います。はい。ということで、最近気がついたらこればっかり使ってるなっていう、そんな一群アイテムをちょっと集めてみたので、14点ご紹介したいと思います。最近買ったものっていうよりは、昔から持ってたものを含めて、今の気分に合うなっていうものとか、やっぱりこれ使ってるなっていうものとかをちょっと集めてみたので、ぜひ最後まで動画を楽しんでいただけると嬉しいです。ということで、早速動画スタート。はい、ということで、ちょっとジャンルを4つに分けてみたので、順番にご紹介していくんですけど、最初にファッション、アクセサリー、そして次にビューティー関連、美容関連、で、その次、お家で使う日用品系のアイテム、最後、ジュエリーということでご紹介していきたいと思います。まず、美容、ファッションのジャンルについて、今回はちょっと点数が多いので、サクサクっとご紹介していきます。まず、1つ目。じゃん。こちらのアレクサンドル・ドゥ・パリのヘアクリップです。私はこのベーシックな黒の真っ黒のデザイン、ノワールっていうカラーだったかなと思うんですけど、こちらでサイズが L サイズのものを使っています。購入品紹介とかベストバイとかでもたくさんご紹介してると思うんですけど、これ本当にめちゃくちゃ愛用してて、ほぼ毎日のように使っている、もしくはバッグに入れてるアイテムになります。まとめやすいし、しっかり固定されやすいので、パッと手に取って、はい、こんな感じで留めて、ちょっとこの辺の髪の毛をちょっと整理すれば、これでだいたいいい感じになります。なんでかわからないですけど、結構品があるようなシンプルブラックなので、ちょっとお高めの場所に行く時とかでももちろん堂々とつけていけるし、さらにお仕事みたいな時にも絶対こう安心、賛否を絶対生まないこれつけとけば間違いないなっていうのがすごく安心感がある頼もしいアイテムです。髪をこんな感じでハーフアップにしないこともたくさんあるんですけど、そういう時もバッグの持ち手のところにカパッとはめておくと、ちょっとご飯食べる時に髪の毛が邪魔だなっていう時とか、外を歩いて風が強くてこう髪の毛が邪魔だなっていう時とかにもサクッと止められるし、女性らしくてすごくお気に入りです。アレクサンドル・ドゥ・パリはたくさん気になってるアイテムあるので、これからもちょっとずつ増やしていくとは思うんですけど、それにしてもやっぱり最初にこの定番デザインを持ってたっていうのは結構いいチョイスだったかなと思います。多分今後他のパール付きだったり美獣付きっていうようなアイテムが増えてきたとしても、やっぱりこれは定番で使い続けるだろうなっていう本当に一群のアイテムになっています。はい、ということで次。はい、2つ目ご紹介です。2つ目がこちら、全然伝わらないと思いますが、ユニクロのカーディガンです。スケスケカーディガンで、商品名がシアークルショートカーディガン。お家で洗えるカーディガンになっております。これは見ての通り本当にスケスケなので、夏専用のカーディガンっていう感じなんですけど、これを本当にずっと愛用してて、これなしでは夏越せない。私結構お洋服自体はノースリーブとか薄めの服とかが大好きではあるんですけど、やっぱりお店とか電車とかスーパーとかオフィスとか、場合によってはクーラーが効きすぎて寒いっていう場面もあったりすると思うんですね。で、そういう時のための羽織っていうのは基本何かしら持ってるようにはして、このユニクロのカーディガン何がいいかっていうと、とにかく薄手だから邪魔にならないっていうところなんですよ。着用するとこんな感じ。普通にカーディガンとして着れます。で、スケスケではあるんですけど、黒に関してはそこまで私は透け感が気にならないかなとは思います。そんな服に合わせても。透けてるぐらいの方が夏だしいいかなと思ってます。おしゃれっていうよりは冷房の寒さ対策とか、急な紫外線対策みたいな時とかに着るかなっていうぐらいです。これは本当に畳んだ時にめちゃくちゃコンパクトになるので、さらに軽いのでバッグに入れてても気にならないし、結構ちっちゃいミニバッグでもこのぐらいになるので
邪魔にならないんですよ。だからこれは結構いろんなシーンで持ち運んでます。こんな感じで小さく畳んで普通にお仕事バッグには絶対に入れてる、そんなアイテムです。これはオンオフ問わずずっと着てるし持ち運んでるので、もう相棒みたいな感じ。ただこれはユニクロのネットで見たら在庫がかなり少なかったので真夏限定かもしれない。大きいサイズとかカラーものはまだ残ってたりもするみたいなので、ぜひチェックしてみてください。はい、じゃあ3つ目じゃん。こちらニューバランスのスニーカーです。何度見ても可愛い。今見ても可愛い。これは私服での登場率が高いなと思って一軍アイテムに持ってきました。私の過去動画とかいろいろ見てくださってる方はわかるかなと思うんですけど、最近ワンピースを購入することが多くって、でワンピースって結構女性らしさが強いから、それにヒールを合わせるとエレガントな雰囲気になりすぎて似合わなくなるみたいな時とかにも使える。さらにそういうヒールだとやっぱり長時間お出かけとかアウトドア的なお出かけは厳しくなるっていうのもあるので、私はついスニーカーを合わせることがめちゃくちゃ多いなと思って持ってきました。結構な割合でこのスニーカー履いてるかも。これのいいところはワンピースに限らずワイドパンツとかでもいけるし、サテンスカートとかタイトスカートとかでもいけるっていうので、これが履けないコーディネートの方が少ないみたいなところが結構いいかなと思います。だから旅行の時とかにも持っていきやすいし、遠出のお出かけとかにももちろん使いやすい。結構履いてる割に綺麗に履けてるんじゃないかな。これは本当に買ってよかったなと思ってるスニーカーで、なんかちょうどいいボリューム感が可愛いなと思っています。あまりにもごつすぎないけどちょっとダットスニーカーっぽい感じの雰囲気がまた可愛くてお気に入りです。置いてあるだけでもテンションが上がるし、内側が濃いネイビーなのでなんか汚れも気になりにくいし、とてもいいです。最近結構お上品系のお洋服が好きなので、こういうスニーカーがあると外しでめちゃくちゃ合わせやすいのでおすすめです。はい、じゃあ次。はい、こちらも夏の購入品、夏の紫外線対策の動画でご紹介したばっかりですけど、日傘。これはですね、東レのサマーシールドっていう素材で作られているものなので、紫外線を遮断するっていうのがしっかりしていて、遮光率 100% っていうことでかなり生地感もしっかりしている日傘になります。デザインの可愛さはもちろんなんですけど、この遮光がしっかりしてるっていうところがやっぱり私的には手放せないポイントになってて、晴雨兼用のもうちょっとコンパクトな日傘も買ってはいるんですけど、やっぱりこのピークで紫外線が強いこの真夏の時期はやっぱりこういう傘の方がいいなと思って、雨が降らない日はこっちを持つようにしてます。雨が降る日かもしれないっていう日はあんまりこの傘を汚したくないので、晴雨兼用の折りたたみ傘にして持っていくんですけど、このお上品な雰囲気が紫外線対策をしている中でも気分が上がりますし、しっかり日差しを防いでくれるのでかなり影になる感じがします。すごい涼しいと思う。あるのとないのとじゃあやっぱ全然違うなと思うので、本当に買ってよかったなと思います。有名な傘ブランドってこのぐらいの価格帯でいくつかあると思うので、他のブランドのものでももちろんいいかなとは思うんですけど、私はやっぱりこの素材は結構しっかり選ぶのがいいんじゃないかなと、今年になって思いました。普通の日傘ってやっぱり使っていくうちに遮光率とかもどんどん落ちてきたりするみたいなんですけど、この生地自体がしっかり遮光素材っていうなんかこの劣化しない素材みたいなので、そこも長く使えていいなと思います。また来年とか再来年とか新しい傘をこう増やしていったとしても、こういう気分の時はこれみたいな使い方もできるし、長く使えるものを選ぶっていうのはそういう楽しさがあるなと思います。はい、じゃあ次、毎日持ち運んでいるハンカチ、ちょっと最近収納方法を変えてこんな感じで収納してたりするんですけど、やっぱり最近のお気に入りはこの前動画でもご紹介したばっかりの近沢レース、このレースたっぷりが可愛いっていうこれと、あとはフェイラーのハンカチとかをよく使っています。この辺とか、この辺のハンカチとか
結構ブーム的なところがあるじゃないですか。流行り限定ものとかが出てこう定期的に追いかけていくのが楽しいっていうのもあるし、金額がそこまで高くないから集めやすいっていうのもあるし、さらに持ってるだけでちょっと丸の内 OL 味が出るというか、よく Vlog とか動画載せられてる方とかもよく持ってたりするので、なんかそういう感じの気分を楽しめるアイテムでもあるかなと思ったりしています。なんか本当に仕事に行くだけって思うと結構しんどくなる時があるので、こういうのを使ってなんかすごいいいお姉さんになった気分みたいな感じで働くと、私はモチベが上がりやすいので、最近の一軍アイテムとして結構そんなに安いものではないかもしれないですけど、休みの日だけじゃなくってお仕事の日も積極的に日常使いをするようになりました。特に近沢レースの方価格もお安いし買いやすいかなと思うので、ぜひチェックしてみてください。めちゃくちゃ可愛いんですよ。こんな感じ。はい、じゃあ次、美容系ビューティー編いこうと思います。美容系からは4つ。まず1つ目、じゃじゃーん。こちら、イヴ・サンローランのリブレローニュという、フレグランスオーデパルファムです。こちらもボーナスの使い道っていう動画で紹介したばかりの商品なんですけど、本当に大好き。本当に飲みたい。これがめちゃくちゃ気に入ってて、こればっかり使ってます。私のお気に入りの使い方は、こうしてリブレローニュはアルコールフリーなので髪の毛とかにつけても大丈夫っていうこともあって、もはやヘアミストみたいな感じで使っています。昔の動画で足首につけてるっていうのを紹介したこともあるんですけど、リブレも足首とかでもいいけど、私は髪の毛からふわっと香らせるのもいいかなと思って、リブレの方は髪の毛に使うことが多いかな。これなんかボトル外から中身が見えないですけど、まあ減ってる気がする。毎回1日1プッシュ、結構強めの香りで、私はラストの香りがとにかく大好きなので、家を出る早めの段階でつけます。かなり早め。もう洗顔終わってすぐとか、そのぐらいの方が結構いいかもしれない。電車にすぐ乗るとかだと結構強いって思われるんじゃないかなって思ったりはします。で、あとはあまりにもいい匂いすぎて寝る前とかにもつけちゃう。猫香水みたいな感じで最後に残った香りがめちゃくちゃ癖になるんだよな。だからぜひ髪とかに振りかけてもらえたりとかする時もあると思うので、そういうのとかつけてお家に帰ってその匂いの変化とかも楽しんでもらいたいなと思ったりします。私の一押し香水についての動画はまた出したいネタがあるので、ちょっと来月以降になりますけどまた動画出すのでぜひ楽しみにしてください。はい、じゃあ次、じゃーん、こちらはロム&のジューシーフラッシュリップオイル。カラーが私は01のポメロライトというカラーを使っています。色はこんな感じ。一応手につけるか。こんな感じです。透け感があってかなりプルプルするような感じ。これはですね、最近インスタでもみなちゃんになりたいみたいな話をよくしてますが、そこで教えてもらって自分でいろいろリサーチしていく中でこれにしようと思って買った商品だったんですけど、これがめっちゃいい。そもそもジューシーフラッシュリップオイルっていうこのロム&のこのシリーズが気に入りすぎてて、このシリーズの他の色も挑戦しようかなと思ってます。これは結構コーラルっぽく見えるような気がしますけど、結構薄めの薄付きのカラーなので、すごく明るく濃い発色っていうわけではないですけど、血色感はちゃんと出る。あんまり病的にならないっていうところがめちゃくちゃ気に入ってます。私が求めてた儚い淡いリップの色味ではあるけど、ちゃんと盛れる感じがする。私本当に薄いリップつけると病気、体調悪いみたいになっちゃうので、これはすごくバランスがいい。本当にプルプルもっちりみたいな仕上がりになるんです。シワもなくなるし、本当にガラスみたいなつるんとなるんですけど、ベタベタしないんですよ。
ベタベタしないっていう、完全にベタベタしないかっていうと語弊があるけど、フィーのリップがかなりベタつきが気になって苦手って言ってたんですけど、私はこっちの方がベタベタ感を感じなくてすごく気に入ってます。ベタベタはするけどねっちょりしないみたいな感じです。とっても可愛いし、このパッケージも。これをつけた日はこれをそのままお仕事バッグに入れて会社で塗り直しとかもしてます。はい、じゃあ次、こちらハートパーセントのリップライナードットオンムードリップペンシル、いくつか持ってるんですけど、一番使ってるのはこれかな。02のサーモンベージュっていうカラーで、こんな感じのカラーです。この下の方に引いたのがサーモンベージュなんですけど、私的にはこのポメラナイトとの相性が抜群にいいと思ってて、特にこの2つをセットで使ってます。で、結構トレンドだと思うんですけど、オーバーめにリップを塗るっていうのにハマってるので、これで唇の山のところとそのちょっと上のところを影的にポンと描くのと、あと下のところ、唇の下のところをちょっと平行寄りにして、あとは口角とかをこうキュッと適当に引いて、その上にこのリップグロスを、リップオイルを塗るっていう方法で私の最近唇を仕上げてることが多いです。これのおかげなんじゃないかなっていうのもちょっとあるんですけど、このセットで使って意外と色持ちがいい。ヌーディーなリップって本当に落ちやすい、消えやすいっていうイメージがあって、つい濃い色を選びがちだったんですけど、この2つだと結構持続してくれるっていうところがお気に入りポイントです。これは結構コーラル要素、温かみがある薄いピーチっぽい、オレンジっぽいみたいな感じの唇になるので、もうちょっと血色感があったりとか、桜みたいなピンクみが強い方の組み合わせとかをなんか探したいなと思ってます。他にもいくつかおすすめのリップをご紹介してもらって、まだ変えてないものとか買ったものとかもあるんですけど、ちょっとまたいいの見つけたらご紹介します。はい、じゃあ次、こちらレオナチュレのサラサラクリーム。これは汗と匂いを抑える制汗剤ということで、前なんかの動画でもご紹介したことはあると思うんですけど、これは本当に特に夏場は絶対に外せない制汗剤。制汗剤っていうか脇専用みたいな感じ。こんな感じで、脇専用で使ってるんですけど、本当にこれを使うと汗臭さが無縁になれるみたいな感じで、超絶信頼してるアイテムで、これと同じシリーズのスティックタイプとかもあるんですけど、私は断然このクリームが圧倒的にもう群を抜いて全然桁違いに効果が違うと思ってるので、これをずっと愛用してます。スティックは5年以上前ぐらいから使ってないので、もしかしたら進化してるかもしれないですけど、もうこの安定感がもう抜群すぎてこれしか使ってないです。制汗剤もこれに出会ってから他の制汗剤いらないと思って全く使ってなくて、これは香りが全くないっていうところも推しポイントだし、塗り直しがいらない、効果がめちゃくちゃ持続するから、私は朝一メイクをして準備が終わった一番最後に塗ります。あとはもうそのままこれはお家に置いておいて外で塗り直しすることはないんですけど、全然匂い気にならないから超無敵。これをつけてれば結構いろいろ動いたり人と近づいたりとかで匂いが気になることがめちゃくちゃなくなります。体質とかにもよると思うんですけど、ぜひ悩んでる方はぜひチェックしてみてください。はい、じゃあ次はライフスタイル日用品系。はい、日用品関連は3つご紹介します。じゃあまず1つ目、じゃじゃん、じゃ無印良品のきなりコットンフェイスタオル。顔を洗顔後に拭くのに使っているフェイスタオルです。私昔モーニングルーティンかなんかの動画で洗顔後顔をちゃんとこのバスタオルとかじゃなくて紙で拭くっていう話をしてて、その時に Amazon で買った商品をご紹介してたんですけど、無印にもあるっていう話を聞いて1個これ買ってみたんですね。どんなもんかと思って使ってみたら、これがめちゃくちゃ良くて、まだその Amazon ストックあるんですけど、もうこっちが好きすぎて、Amazon のストック使い終わったらもうこれをリピしようと思ってます。Amazon のやつも安くで買えるし、Amazon ってすぐ届くし、めちゃくちゃ良かったんですけど、
これの方がいい。なんでいいかっていうと、まず一番違うなと思うのはなんか匂いが本当になくてすごくいいし、結構厚みがあるんですよ。わかるかな。紙っていうかティッシュとかよりちょっと厚みがあって、顔を拭き取ってもすごく優しい感じがする。いきなりコットンっていうだけあってコットンに近いのかな。分厚すぎるわけじゃないし薄すぎるわけじゃない。ティッシュとかで拭くとやっぱこうへばりついたりするけど、コットンなのでやっぱそういうところもないし、すごくいいですね。これは S 字フックでこう引っ掛けて洗面所、お風呂場の入り口のところとかにぶら下げてるんで、ここから洗顔後ピュッて取って使って、で使い終わったら洗面台かドレッサーを拭いてそのまま捨てるみたいにすることが多いです。特に朝とかは洗顔して拭いてそのままドレッサーに持って行って、お化粧する時とかになんかいろいろ手汚れたりとかしてちょっと拭きたいみたいな時あるじゃないですか。だからその辺で手拭いたりブラシについた汚れをポッポッってして置いたりとかして、最後にドレッサーに散らばったおっここなんとかのなんかこうゴミとかシャーってしてそのままゴミ箱に捨てるみたいな感じが多くて、夜は逆に洗面台を拭いたりとかすることも多いかな。結構しっかりした髪なので水分しっかり取れて、そのお掃除的なところでもちょうどいいです。朝夜使って1ヶ月ぐらいってことか。なんかもっと持ってるような気がするけど、そんなわけないか。ぜひ無印行った時チェックしてみてください。無印良品週間で爆買いしようと思ってます。じゃあ次、こちらまた無印良品水出しフレーバーティー白桃&グリーンルイボスという商品です。ハーブティーで10個10袋ティーバッグが入っています。じゃん、こんな感じになります。水 500ml をついで作ってくださいということなんですけど、私のこの1リットルぐらい入るポットなんていうんだっけ、こういうの水出しポットみたいなにそのままポンと袋を入れて、それに水を入れて抽出してます。冷蔵庫で4時間抽出してくださいと書いてますけど、1時間ぐらいでこのぐらい濃くしっかり出るので、結構時間がない時とかにもめちゃくちゃ楽。美味しい。グリーンルイボスに白桃の香りを合わせましたということで、なんとなくちょっとだけ白桃の味はちゃんとします。なんせお家にいるとお水とか、麦茶とか緑茶とかって結構もう飲みすぎて飽きたみたいなところがあるんですけど、これはティーなのでちょっとおしゃれな感じで飲めるし、夏はやっぱホットのティーも好きですけど、冷たい飲み物の方が飲みたくなるなって思った時に冷たく水出しできるティーっていうところで重宝してます。でこれは 500ml で10袋だったらすごく少ないと思ってたんですけど、見ての通り1リットルぐらい入れてもぐらい濃く出ますし、私はこれを飲み終わったらもう一旦ぐらい水を投入するので、だいたい1500か2000ぐらいこの一つのティーバッグで頑張ってもらってます。もう最後の方は結構ちょっと薄くなってはきますけど、意外といけますよ。かなり長持ちしてせこせこ使ってます。すごく爽やかな感じで飲めるおうちドリンクなので、こちらも合わせて無印で購入してみてください。ちなみにこれ他の味もあったと思うんで、私はこれしか試したことないですけど、ちょっとこの水出しフレーバーティーシリーズはいろいろ試してみたいなと思っている商品です。もしおすすめだったら教えてください。はい、じゃあ次、じゃじゃん、お皿。はい、ここに来て食器が出てきました。こちらはですね、私は購入した時にバイスロイっていう名前で購入した気がするんですけど、私が購入した時のサイトとかページとかはもう全部なくなってて、サクストン USA グリーンベイシリーズっていうことで販売されています。全く同じものか 100% の確証はないですけど、似ているアイテムを見つけて楽天ルームに載せてるので、ぜひチェックしてみてください。これはですね、何がいいかというと、電子レンジ対応、そしてしっかりした作りで耐久性が高いっていうところ。直近だとアリン酒場の動画もこちらのプレートに
買ってきたお惣菜を乗せてレンチンしてて、それで食べてたと思うんですけど、特に私そんなにしっかり自炊しないっていうのもあって、何かとレンジでチンしたいものってたくさんあって、そういう時にこう使いやすい、もうこれ使っとけば間違いないっていうのがこの食器のいいところ。アメリカンダイナーっていうアメリカの大衆レストランみたいな、そういう場所で使われる食器みたいで、こうガシガシ重ねたり食洗機にぶち込んだり結構粗い使い方をしても丈夫っていうので人気のお皿になってます。私はこの深みのある緑のラインがとてもおしゃれだなと思っていて、いくつか持ってるんですけど、よく使うのはこのオーバル型。お肉を丸焼きにしてここに置いたりするだけですごくアメリカンなディナーみたいな雰囲気になるので、とってもお気に入り。あとはちょっとしたものに使いやすいサイズとか、ワンプレートできるような大皿サイズも持ってて、これはもうめちゃくちゃヘビロテしてます。私陶器みたいなのが好きなので、一点物とか電子レンジは NG、熱湯 NG みたいな、そういうお皿も好きでいくつか持ってるんですけど、お皿も日常使いすると思いつつ、やっぱりこうガシガシ行きたい日って絶対あるので、忙しい日とか時間がない日とかつい手に取る食器たち。懸念点は重さ。気になる人は気になるかもしれない。私はこの重さに強さを感じてるから全然問題なしです。はい、じゃあ最後、ジュエリー。はい、皆さんお待ちかねかな、ジュエリーをご紹介したいと思います。アイテムは今までご紹介してきたものと一緒なんですけど、なんだかんだ一番使用頻度が高いのどれかなって思った時の一群ご紹介したいと思います。こちら見えるかな、アンヤンのエメラルドカットパベダイヤモンドリングです。私は10金のイエローゴールドラボグラオダイヤモンドの計 0.18 カラットかな、こちらの商品を愛用してます。これはですね、実は過去にギフティングでいただいた商品で、この動画は全然そのギフトとは関係ないんですけど、なんだかんだこれ一番使ってるかもと思って、ちょっと今回は独断で勝手にご紹介しております。とにかく使いやすい。なんか1個だけリングをつけていこう、時間がなすぎるからとりあえず1個だけっていう時も、とりあえずこれをつけておくと、なんか地味すぎないけど派手すぎないのになんか存在感はあるから、これだけでももちろん OK だし、今日はたくさんつけていきたいっていう時とか、もうちょっと盛りたいっていう時とかはこんな感じで重ね付けしたりとかしてもすごく可愛くなります。このラボグローンダイヤがこの四角になってることで、こういうまっすぐなリングと比べた時にちょっと隙間ができるんですよね。これが私的にめちゃ可愛いポイントになってて、サイズはちょっと大きめにしたので私は中指にも入るんですけど、こんな感じでこの下のキャトルラディアントリング、ブシュロンのこの2連のリングと合わせても可愛くないですか？なんかこれを単体で見るのとはまたちょっと違う凝った感じ。なんか細かい変化なんですけど、分かりますかね？人差し指とかもいいですね。ちょっと組み合わせの幅を広げてくれるようなリングだなと思っています。あとはあんまりこう神な感じじゃないから、お仕事の日とか控えめにリングをつけたいっていう時にもすごくちょうどいい。こんな感じで真ん中に主役級のリングが来た時に人差し指につけるとかも、なんかその2個並んでるからゴテゴテ手が震える2個並んでるからすっごいゴテゴテしそうな感じの雰囲気があると思うんですけど、このバイアンのリングだと2個並びでもそんなにこう喧嘩しない感じがいいなと思ってます。例えばですけど、こんな感じだとすごい喧嘩感がありません？どっちも主張が強いみたいな感じになるところを、この細身のリングだと合わせやすくて使いやすいなっていうのをすっごく思ってます。こうなるから好みにもよると思うんですけど、こういう華奢系のジュエリー好きっていう方はこの形は結構持ってると使いやすいと思います。パーツが大きすぎないので、普通のモチーフもののリングみたいにこの突っかかりとか当たりが気にならないところも使いやすいです。はい、じゃあ次2つ目はこちら。結局使用頻度が高いのはシャネルのココクラッシュリングミニベージュゴールドです。
こちらはですね、どんどん値上がりして高くなってますけど、これはですね、ミニサイズに関しては内側にこう水が溜まるとかよく言われてる心配もないし、大きすぎないので、存在感がないって捉える方もいますけど、私的には主張が強すぎなくって、こう自然にナチュラルに手を持ってくれるみたいなイメージなので、なんかファイトポーズみたいになってる。なんだろう、すごく品が残る感じがとても好きです。1本でつけるときは人差し指が多いかな。やっぱ1本でつけててもなんかすごくお上品な金の輝きがある。なんかギラつかないし安っぽくないような感じがするし、よく見た時にこのキルティングの柄になってるっていうのがやっぱり本当に好きで、すごくお気に入りです。でこれもシンプルなリングなので、他にハーフエタニティとかこういうバンヤンのリングとかそういうのと合わせた時とかにもこんな感じですごくバリエーションの幅が広がるし、もう本当に早めに買ってよかったなって思ってます。お仕事の時とかも使いやすいし、基本はシャネルのリングとか気づかれないし、もしこれがココクラッシュって気づくようなタイプがいたら仲良くなりたいしって感じ。この知ってる人だけが知ってる、知ってる人は多いかもしれないですけど、分かる人だけが分かる、気づく人だけが気づくみたいなのがなんか私の好きにドンピシャって感じ。ちょっとココクラッシュは高すぎて、ココクラッシュリングをいっぱい重ね付けとかはなかなか手は届かないとは思うんですけど、いつかそういう使い方もできるかもしれないし、なんかいろんな可能性があるリングかなと思います。他にも大好きなリングはたくさんあるんですけど、私もちろんこっちのブシュマンも本当に頻繁につけてるんですけど、やっぱり一番組み合わせやすい、使いやすいっていうとこの2つかなと思いました。この辺はやっぱ主役になっちゃうからね。ということでジュエリーは一旦以上です。はい、いかがだったでしょうか。正直紹介したいものが多すぎてどれにしようかなって迷ったんですけど、ちょっとさらに厳選に厳選を重ねてご紹介してみました。はい、ということで今回の動画は以上になります。最後まで見てくださって本当にありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。はい、おまけです。はい、今日のファッションを一応ご紹介しておきます。インスタグラムにも載せてたんですけど、トップスと見えてないんですけど、こちらデニムはマウジーのミサモになれるパンツ。実はですね、これもいただいた商品になるんですけど、超気に入ってるのでぜひこれもおすすめしたい。なんかほらこんな感じですっごくこのレースに張り感があるんですよ。ここにチュールが入ってるからかな。なんかすごくしっかりここのボリューム感がキープされるから、なんかすごくへたらない。すんごくこうふわんふわんってなるところがめちゃくちゃ可愛くて超お気に入りです。これ本当に出会えてよかった。これもお休みの日しか気温着れないから、最近の一軍とかとはちょっと違うんですけど、これも本当に本気でおすすめしたいアイテムの一つ。こういうボリュームトップスだとこのデニム、マウジーのデニムの良さが際立つ。これはですね、私はブラックかな、濃い色のカラーを持ってるんですけど、明るいデニムの方も欲しいなと思ったり、このマウジーのデニムは丈長めっていう高身長用のサイズ展開があるところもめちゃくちゃ良くて、この高身長用だったら私の身長でも結構ちょっと丈長いかもって思っちゃうぐらい長くって小さい子になった気持ちを味わえるので、そういう意味でも高身長の方におすすめです。ヒール履かないと引きずっちゃうから、もうその体験が嬉しいみたいなところあります。今年の夏の私の一押しコーディネートでした。ということでおまけ終わり。じゃあねー。